はい、皆さんこんにちは、ヨッシーです。それでは、かまいたちの夜シャープ12始めていきたいと思います。はい、というわけで今回も引き続きやっていきましょう。上からね、夕食だから始めていくか。はい、この選んでない選択肢のところをまたやっていくんですが、もうね、シャープ4じゃないな、夕食だ、第4章をやり終わったら、もうこっから先がね、ずっと長いんですよ。まあねっていうのもあるので、ちょっとまずは第4章から始めていきましょうか。はい、というわけでゲームスタート。はい、選択肢来ました。はい、ここからかですね。まずは、はい、今回やるのは、こちら。今ここの選択肢なんですけど、まずガチョーンを入れましょう。ガチョーンやって、で、ここで、ガチョウの肝と食べたことあるってやったら、はい、ここね、3つ選択肢、世界三大チームのあと2つはっていう選択肢があるので、ここで、B と C どっちかをね、選んでいきましょうか。A を前回選んだので、はい、というわけでまずは、ガチョーンとっておきの谷系のモノマネを披露した。はい、からのガチョウ。ガチョウの肝って食べたことある？必死でごまかそうとしたと。フォアグラって言って世界三大珍味の一つなんだ。あと、残りの2つははい、こちらでキャビアとトリュフ、これは前回選んだんで、今回はどうしようかな。どっちかだね。まあ、順当に B にしてみようか。ウミツバメの巣と蚊の目玉だよ。バカなこと言わないでよ。そんなものが世界最大珍味なわけないでしょ。そう言われると違うような気もしてきた。キャビアとトリュフだった。よし、じゃあ食べ物のこと詳しいのね。いや、それほどでもないよ。僕はそれからベラベラとうんちくを傾けながら食事を続けた。いい味だ。コクがあるのにキレがある。まったりとしていて、その上あっさりしててもっさりしてるね。自分でもなんだかよくわからない。一緒じゃん。これ同じか？はい、ここでヤクザ、ヤクザスキップ。オッケー。いや、同じですね。前回と展開は同じだね。ここで、このキャビアとトリュフさんのここ行って、飛ばしていくと。で、じゃあナイターに行こうかまで行くんかな。はい。というわけで、じゃあここから先は共通ルートなんで、次の選択肢に行きましょう。で、次の選択肢は、ここですね。はい。第14章湧き上がる疑惑。ここの、こちら、犯人宛てのところ。この辺もうね、全部選択肢埋めてるんでね。あとはここ、犯人で三木本と入力しましたの後のこの先の選択肢。ここがね、空白がまだ出てるんですよ。というわけで、まずここまで行こうか。まず三木本を入れて、1つ目の選択肢はこれもう前回選んだんで、この2つ目の選択肢ですね。マリア、僕がまるっきりバカみたいな言い方をするのところ。はい、というわけでそこまで移動。はい、選択肢来ました。はい、こちらはここですね。マリア、僕がまるっきりバカみたいな言い方をすると。ここは犯人宛てで犯人三木本って入れて、犯人は三木本さんだって言ったら、でも三木本は到着して2分ぐらいで2階に上がって荷物置いてすぐ談話室に降りてきたんだよって言って、そんな時間でどうやってバラバラにするのよっつっていうところですね。で、それの選択肢に確かにそんなことはできないねって言ったら、もっと考えてものを言いなさいよってバカみたいな言い方をすると、マリがね。なので、はい、というところの選択肢で、僕は慌てず言い添えたと。はい、で、ここはね、前回はこれ B。鈴木さんなら殺せたんじゃないかなっていうのをやったので、今回はこっちにしてみましょうかね。死体をバラバラにする時間はなかったけど、田中さんを殺すだけならできたはずだ。そりゃまあ、殺しのプロなら一瞬で人を殺すくらいのことはできるでしょうけど、じゃあその後死体はいつバラバラになったの？マリは当然の疑問を発する。例えばだね、首とか肩とか切断したいところに特殊な仕掛けを取り付けておくんだ。時間が経つとじわじわと締まって体を切断するような仕掛けさ。形状記憶合金とかで刃物を作ればできないことはないと思う。僕はこの推理に相当自信があった。だがみんなは感心するどころか呆れ返ったような表情を見せた。形状記憶合金？そんなものどこにもなかったわよ。もちろん切断が終わったところを見計らってそういった仕掛けは回収するのさ。いつ？そんな機会はなかったわよ。三木本さんは一回上に上がっただけよ。発見の時も部屋には入ってないし、大体殺すのはともかく、そんな仕掛けをセットするのって切断するのと同じくらい時間かかるんじゃない？これダメだ。やっぱりいい加減なことを言うものではない。僕はしばらく黙っていたが、このままではいけないと思い、ソファーを降りて床に手をついた。
三木本さん、すいません。大した根拠もないのに、犯人呼ばわりなんかして、なんて言って謝ったらいいか。少し大げさすぎたのかもしれない。はい、これ共通ルートだ。はい、同じルート来ましたね。はい。ここは、はい、前回のこの、確かにそんなことはできない。違う、こっちか。B か。B の三木本がもっと早く到着していたら可能になるって言った時と同じ展開になりましたね。はい、田中さんを殺すだけならできたはずだと。というわけで、これは推理失敗ってことかな。推理失敗だと。推理を、ここの三木本ってやったところで選択肢が何個かあるけど、そこで違う、推理を間違えてしまうと、間違えルートということで、こっちの共通ルートに行くよという感じですね。はい。じゃあ次の選択肢行きましょうか。次の選択肢は、またこれも結構飛ぶんだけれども、はい、ここですね。はい。第23章、一つの推理、受け入れがたい考えだったと。これは、ヨッシーと、トシオとマリが、田中の部屋を調べに行って、戻ってきた後の、そうか、分かったぞ。犯人、田中さんを殺した犯人は分かった。緑さんを殺した犯人は分かった。すべての事件の犯人は分かった。今の時点で犯人は限定できないの。ここね。で、ここで毎回いつもこっちの下の方に行ってたんだけれども、この下の方が大体一通り片付いたので、はい、じゃあここ行きましょうか。ここ回収しとこうで。今の時点で犯人は限定できない。はい、というわけで、ここの選択肢までスキップ。はい、選択肢来ました。はい、ここね。この4つの選択肢。部屋調べましたね。田中さんの部屋調べて、ここまで来ましたと。というわけで、今回は D の選択肢をまだ選んでいないので、ここの選択肢選んでみましょう。いや、やっぱり今の時点では犯人は限定できない。僕は軽くつぶやいたつもりだったのだが、マリに聞こえてしまったらしい。彼女は残念そうな声でこう言った。そう、わからないの。ヨッシーならわかると思ったんだけど、マリに期待されていた。そう思うと不思議なことに、僕の頭は猛烈な勢いで回り始めた。ああなって、こうなって、あそこで彼が、いや、だから彼女が、よし、何ブツブツ言って。わかった。おそらくこれが真相だ。嘘、本当にわかったの？マリが驚いた顔をする。僕は一旦彼女の方を向いてうなずいてみせると、次にみんなに向かって話し始めた。窓が割れる音がしたとき、敏夫さん以外の全員が談話室にいました。だから僕は最初、僕たちの中に犯人がいるのなら、敏夫さんが一番怪しいと思いました。みんなは不安そうに敏夫さんの顔を見る。敏夫さんはムッとしたような顔をつけて、そんなみんなの視線を跳ね返していた。でもトリックを使えばって、これあれ、また時間差のトリック。はいはい、共通ルート来たね、時間差のトリック。だから、ここは D を選ぶと、結局、ここからこのジャンプのとこ行くかな、ここにね。ジャンプのとこに行って、はい、加山さんが犯人に仕立て上げられて自信があるのかと。っていう共通のルートに飛ぶ感じですね。はい、じゃあ次選択肢行きましょうか。次の選択肢は、これまたね、だいぶ飛ぶんですよ。はい、ここ、前回のシャープ11でやったここね、ここまで飛ぶんですが、まずね、分岐してるのはここね、マリの悲鳴。マリの悲鳴が聞こえたとき、ここですね、マリの悲鳴が聞こえたときに一刻も早くマリの元へ行き、そして加山さんが地下室にいるのか確認するのが先、こっちを選ばないとここのルートに行かないわけなんで、ですよね。はい。で、あとは、その惨殺死体、2つの惨殺死体で小林さんたちの部屋で調べに行って、小林さんたちが殺されてるのを確認して、部屋から逃げるときにドアのノブに血がついてる扉を発見したと。で、それを無視せず、そこに近づき、その扉を開けて外に出て、敏夫さんをね、見つけて、裏口の傾向ね、敏夫さん、もう吹雪の中に足を踏み入れたとかってやったら、こっちのルートに行けると。はい。で、ここか。あと、それで、小林さん夫妻を襲い、敏夫さんまでも殴り倒したというのか、ところの選択肢では、もしや加山さんがこれを選ぶと。で、その次の選択肢の僕たちの殺す機会を狙っているんじゃないのか、のところで、加山さんが本当に死んでいることを確認する必要があると。を選択すると、最終的にここのね、分かったぞ。この悪夢のような事件の張本人が誰か、ようやく分かったっていうところの選択肢に行くので、はい。というわけで、じゃあここまで。行きましょうか。飛ばしましょうか、ここまで。めっちゃ時間かかるけどね、これね。遠いよ、これ。今いるのがここでしょ。だから俺結構飛ぶな。また A ボタン連打で。はい。まあ行きましょう、ここまで。はい。というわけで、じゃあここまでスキップ。はい、選択肢来ました。はい。ここですね。この悪夢のような事件の張本人が誰かようやく分かったと。はい。というわけで、選んでない選択肢やっていきましょう。今回は僕だにしてみようかな。僕だ。
今ようやく分かった。それは僕だ。前回ね、シャープ11でマリダをやったんで、今回は僕だでしょ。僕だ。僕だ。なんておふざけはもういい加減にしよう。自分が犯人でないことは自分が一番よく分かっている。犯人は、おっとループ？いや、ループじゃないな。僕の選択肢なくなったな。マジでこれ、こうなる？ここでマリダやったら多分同じ選択肢になると思うんだけどさ、でもこれさ、あれだよね。僕だで、違う選択肢いってるこれ。これちょっと、マリダやったら同じ展開になりそうだけど、一回マリダやってみていい？マリダやるわ。マリダ。信じられない。信じたくない。しかしそう考えるしかなかった。僕は思い足取りで階段を上り、OL たちの部屋へとたどり着いた。はい。はい。前回のこれ、シャープ11と同じ展開ですね。はい。ちょっとエンディングまでいくか。はい。マリオも、彼女をモップでのエンディングかな。はい。というわけで、前回と同じエンディングでしたね。はい。同じエンディングになりました。はい。これね、どっちかというと、このループして、この僕だから1回選ぶとループしてここに戻るっていうループよりは、なんか違う選択肢がね、2つ出てそうだったんで、ちょっともう1回マリダを選択してみたんだけれども、はい、結局同じでしたね。バッドエンド行きましたと。はい、というわけでまたちょっと戻るか。というわけで、ここ残ってる選択肢はもうこのあいつだだけなんで、あいつだ選択していきましょう。ちょっとフローチャートも更新するかな。はい、というわけでまたリセットですね。はい。はい、選択肢に戻ってきましたよと。はい。で、フローチャートでするとね、多分こんな感じだと思うんだよね。僕だを選んだら、2つ選択肢が増えて、これでマリダで、ここの同じバッドエンドに行くと。ということで、あいつだが2つ残ってるね。はい。というわけで、まあ、今ここの選択肢で、あいつだ選んでみましょうかね。あいつだ。はい。そうすると、予想通り、犯人入力画面に来ますね。というわけでね、まあ、なんか犯人入力してみようか。まあ犯人三木本を入力するのもいいんだけれども、とりあえずなんか適当に違うの入力したらどうなるのか見てみましょうかね。としおさんってやるとどうなる？としおさんさっき死んでるの見たんだけれども、ね、この状態でとしおってやったらどうなるんでしょうかね。としおさん。いや、そんなはずはない。としおさんは間違いなく死んでいた。とすると、結局3人組が一緒になってみんなを殺したと考えるしかない。大変だ。マリが危ない。僕は急いで2階へと戻ることにした。なるほどね。はい。違う選択肢。ここの犯人入力で違う人を入力すると、この3人組が犯人じゃないかと。3人組が犯人だのルートに行くという感じですね。で、3人組が犯人じゃないかのルートはどこかというと、こっちかな？その人影はか。その人影はの方に行くのか。その人影はが3人組が犯人と疑ってるやつ。で、チャイムがの方はこれ、としおさんが犯人と疑ってる方なんでね。彼女にストックでね。というわけで、多分、その人影はのエンドに行くんでしょう。こっちのルートは。ちょっとやってみようか、これ。予想通り、その人影はのエンディングに行きましたね。はい。というわけで、ここで、あいつだで犯人入力があって、で犯人入力で間違って失敗したルートに行くと、その人影はに来るという、そっちに流れるという感じでしたね。はい。またちょっとフローチャートもね、反映させないといけないな。はい。そしてこれが長い。曲が、BGM が終わるまで、終わりが出てこないから。長いんだよ、ここ。はい。で、終わりが出たら、はい。これで雪のね、吹雪の背景になると。はい。っていう感じですね。というわけで、もう一回やり直しましょうかね。はい。じゃあ、今度、さっきもね、あれだったけど、あいつだで犯人入力ってことはもうね、散々ね、やってるわけですよ、犯人入力は。犯人入力で、はい、これ、としおと三木本、今んとことしお三木本を入れてるので、2回目の犯人入力もそうだし、1回目の犯人入力もそうだね、としおと三木本。なので、今、としおを入力してみたので、じゃあ、三木本を入れてみましょうかね。はい。というわけで、またリセットして、同じところ行きましょうか。ここね、ここ。はい。また、犯人入力のところまで戻りますよ。はい。じゃあ、スキップ。はい、選択肢まで戻ってきました。はい。
はい、こちらですね。さっきのルートのやつもね、また反映させましたよ。あいつだで犯人当て、年男ってやったら×で、はい、こちらのその人影はの方に行くと。ちょっとここをね、フローチャート変えましたと。はい。なので、じゃあまた、今ここの選択肢まで戻ってきたんですけど、まあ、このね、1個僕だやった後のあいつだで犯人当てやろうか。で、別の犯人入力してみましょう。はい、じゃあやっていくよ。僕だやって、はい、ここ。で、ここであいつだ。はい、というわけでさっき三木本を、違うな、さっき年男か。さっき年男をやったんで、今回は三木本入れてみましょう。三木本と、はい、こちら、三木本やってみましょうかね。犯人は三木本だ。僕がそう確信した時、建物のどこかから悲鳴が聞こえてきた。マリ？いや違う、マリの声じゃない。そう信じたかった。階段を駆け上がり1階へ。誰かが廊下を走る物音が聞こえる。また誰か犠牲者が出たのか？くそ、もう少し早く、ほんの少し早く真相に気づいていれば。階段を上ると加山さんの奥さん春子さんが倒れているのが目に入った。素早く左右に目を走らせるが他に人影はない。あいつは部屋に戻ったのだろう。僕は足音を忍ばせて春子さんに近づいた。ダメだ。一目見ただけでもう助からないことがわかる。パックリと割れた額から流れ出した大量の血、すでに何も見ていないうつろな瞳。犯人の正体が分かった今、死体を前にして恐怖よりも悲しみよりも怒りの方がはるかに強かった。僕はモップを握りしめると三木本さんの部屋のドアを開けた。ベッドの上には最後に見た時と同じように三木本さんが横たわっている。三木本さん、もう死体のふりはしなくてもいいんですよ。僕は閉めたドアにもたれかかると声をかけた。死体は微動だにしなかった。僕の推理は間違っていたのだろうか。そう思い始めた時だった。あと少しだったんだがな。バレちまっちゃしょうがない。三木本さんはむっくりと体を起こすと両足をベッドから下ろした。なんでわかったんだ？あなたの手は冷たすぎたんです。ここより寒いところにいた加山さんの手よりも冷たかった。まるで雪か氷をずっと触っていたみたいな冷たさでした。なるほどな。ちょっと冷やしすぎたか。三木本さんは舌打ちをしながら言い、服の下から何かを取り出す。拳銃でも出すのかと思って緊張したが、どうも丸めたタオルだったようだ。それを使って脈を止めたんですね。ああ、そうだ。脇の下にボールなどを挟んで腕を強く押さえつけると手首の脈を止めることができる。血行が止まるのだから当然のことだ。三木本さんは誰かが調べに来るのを予想して手を窓の外の雪で冷やし、脇の下に丸めたタオルを挟み込んで持っていたのだ。あまりにもたくさんの死に直面しすぎたのだ。そのため一つ一つの死をきちんと検証する余裕などなくなっていた。そうしてこんな単純なトリックを見破ることすらできなくなってしまっていたのだ。最初の時点で見破っていれば春子さんは死なずに済んだのに。なんでこんなひどいことをしたんだ。みんな何の罪もない人たちだったのに。僕が怒りを抑えきれず叫ぶと三木本さんは、いや三木本は心外だとでも言った表情を浮かべた。人間ほど罪深い生き物はいないさ。たくさんの命を奪って生き延びてるんだからな。そんなのはただの詭弁だ。なぜみんなを殺したんだ。加山さん、小林さん、敏夫さん、緑さん、それに田中さん。田中？そんな奴を殺した覚えはないね。まあある意味では殺したと言えなくもないが、彼の言うことはまるで理解できなかった。しかしなぜ一人でここへ来たんだ。みすみす殺されに来たようなもんじゃないか。三木本は話をそらした。目につくところに凶器は見当たらないが自信たっぷりの表情だ。残ってるのは女の子ばかりだ。危ない目に遭わすわけにはいかないじゃないか。おう、一発のヒーロー気取りか。命は大事にした方がいいぞと言ってももう手遅れか。近寄るな。僕は慌ててモップを構える。三木本は意に介さない様子でゆっくりと近づいてくる。僕はその異様な殺気に押されて後ろへ下がった。すぐに背中がドアにぶつかる。後ろ手にノブを下がっていると三木本はあざけるように言った。逃げるのか。逃げて女に助けを求めるのか。ダメだ、読まれている。さらに近づいてくる三木本に僕は叫びながら飛びかかった。三木本は振り下ろすモップをスイッとかわした。そして次の瞬間、僕の背後に回り首に腕を巻きつけていた。その手にはどこから取り出したのか飛び出しナイフが握られている。残念だったな。終わりだ。
喉に冷たいナイフの刃が当たる。よし、その声が聞こえた途端、ドンと音がして三木本がふらついた。僕は我に返ると、ナイフを持った手を両手で掴み、ひねりながら逃れ出た。三木本はうめき声を上げながらナイフを取り落としたが、すぐに僕の手を逆にねじ上げてベッドに押し倒した。首に彼の両手がかかり、ぐいぐいと締め上げてくる。呼吸ができないだけでなく、気管が指で突き破られそうに痛い。頭の中に白い空白が生じ、どんどんそれが大きくなっていく。ふと上にのしかかっていた体重が消え失せた。吐き気と咳が同時にこみ上げてくる。うげ、ぎょ。うっすら目を開けると、開いたドアの前にマリが立っていた。自分の血まみれの両手を呆然と見つめながら。僕の姿勢に気づいた途端、彼女はハッとして走り寄ってきた。よし、大丈夫？僕は声が出せず何度もうなずいた。よかった。私、ヨッシーも殺されちゃったのかと思った。彼女は僕の首にかじりつき、泣きじゃくった。マリは僕の命を助けるために三木本を刺したのだ。一瞬でも血まみれのマリを不気味だと思ったことを僕は恥じた。彼女がいなければ僕は死んでいた。そしておそらくマリもあの OL たちもみんな殺されていたに違いない。この三木本に。床に倒れた三木本を見るともう動きを止めていた。マリが死に物狂いでぶち当たった勢いでナイフは彼の背中の真ん中に柄まで突き立っていた。一撃で心臓まで達したに違いない。これまで彼が犯してきたどの殺人に比べても流れた血の量は驚くほど少なかった。まるで彼の体には人並みの血液が流れていないかのように。しかし一体なぜ彼はこんな恐ろしいことをしなければならなかったのか。そして殺せなかったはずの田中さんを彼は一体どうやって殺したのだろうか。彼が死んでしまった今となってはそれらの疑問に答えてくれる者はいない。しかし今はただマリと二人こうやって抱き合いながら朝を待てばいい。もう悪夢のような長い夜は終わったのだから。終わり。はい、というわけでエンディング迎えました。バッドエンドなのかなこれは。終わりって出たからバッドエンドですね。一応ね、犯人は当たれましたよ。ここでね、はい、丸って言ったらここでエンディング、バッドエンド1個いけましたと。はい。いやー、というわけで、犯人が三木本だということで分かったことにより、ここで死を回避できましたね。主人公、ヨッシーとマリ、そしてあとは OL3 人組、この子たちは生き残ることができたというエンディングですね。春子さんはね、死んでしまいましたけど、他の人たちもね、死んでしまったというエンディングですが、はい、生き残ることができたというエンディングですね。だけど、さっきのね、文章にもあったけれど、この犯人は分かって、生き残ることができたものの、犯人の犯行理由とか、なぜ殺したのかとか、どうやって殺せなかったはずの田中さんをバラバラにしたのかとか、そういう謎が全て謎のままのエンディングですね。なので、っていう意味でもバッドエンドでのね、扱い的にはね。はい。というわけで、バッドエンド一つ見たので、今回ここで終わりにしてもいいんですが、一個ね、気になってるのがあるわけですよ。ここの犯人宛てね、今のところ三木本と敏夫の2人だけしか入力してないんだけれども、これね、もう1人ね、入れたい人がいるんですよね。ここの、選択肢的にはここ。敏夫さんを襲い、小林夫妻を襲い、敏夫さんまでも殴り倒したというのかのところで、1人では無理でも複数なら、もしや加山さんがつって、ここでね、1回選択するルート来たよね。選択するルートがね。で、ここでこっちの複数ならっていくと OL3 人組を疑うルートに行くんだけれども、こっちに行くと加山さんを疑うルートに行くと。で、加山さんを疑うルートに行ったら、ここでね、加山さんは確かに死んでいたよ。本当に死んでるか確認する必要があると。で、こっちに行って、ここでようやく分かった犯人がつってなったわけだ。羽山さんは死んでたんだけれども。で、ここなんですよ、重要なのは。ルートがね、違うんですけれど、こっちのね、このチャイムの音がの方なんだけど、こっちにね、1個ね、加山さんを疑うシーンがあるんだよね。あったんだよね、こっちのチャイムの音の時。チャイムの音の時にどういうのがあるかっていうと、突然ある疑念が生じた。田中さんとみどりさんを殺したのは加山さんではないかと僕は推理したと。でも加山さんにできたのなら一緒に部屋にいたと主張していた春子さんにもできたはずだって言ってね、っていう文章がね、こっちの方にあるわけですよ。こっちの彼女にストックでのルートに行った時にね、っていうところに来るますよと。で、ここのルートの時にまだ加山さんは確かに死んでたんだけれども、春子さん
加山さんを疑うってことは、加山さんと春子さんがね、共犯だと。ヨッシーはまだこの時点ではそう思ってるわけですよね。で、あいつだと。っていうことは、加山さんが死んでたんだったら、まあ、春子さん、加山さんが犯人なんだけど死んでた。とも、春子さんに殺されたと。仲間割れしてね。っていうことで、ここであいつなので、ここで春子を入れるっていうね、パターンが1個あり得るわけですよね、ケースが。OL3 人組とかはもうないわけですよ。こっちでもう除外できてる、除外されてるから、OL3 人組は除外されてます。で、敏夫さんとか小林さんとかももうすでに死んでるから、ここに来た時点で。で、まずこの先でね、春子さん階段でね、倒れてんだけど、このあいつな三木本っつったら、この辺で、階段でね、倒れてるシーンはありましたけれども、まだこの犯人入力の時点ではね、春子さん生きてるわけですよ。なので、ヨッシーからしてみれば、春子を疑うっていう可能性は十分あり得るわけですよね。はい。というわけなので、まあちょっとね、この犯人入力でね、今、三木本と年を入れましたけれども、そこで別の人、まだ他にもね、入れてない人いっぱいいると思うんですけど、春子入れてみましょうか。で、春子入れるんですけれども、どうせここで入れるんだったらさ、また上に戻ろうぜ。上の1回目の入力、2回目の入力とかあるけどね、この辺とか、これ1回目の方か。1回目の入力のところとか、この辺から入れていって、ちょっと入れてってみようか。はい。というわけで、またちょっと1からやり直しますよ。1からやり直して、今回は、搬入入力で、春子入れてってみましょう。はい。というわけで、また、リセットして戻ります。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。はい。リセットして、また夕食だに戻ってきました。はい。どうせね、やり直すんだったら、もうここからやり直そうという感じですね。で、これ夕食だね。はい。ガチョーンからの、ここね、世界最大珍味のあと2つは、で、草屋と船寿司かなここをね、やってないんで、もうここもついでに回収しておきましょうか。まあ、ここでね、また新たな選択肢が増えないことを祈るばかりですね。はい。じゃあ、ちょっとやってみるよ。ガチョーンとっておきの谷系のモノマネを披露した。で、待って、これガチョウか。ガチョウ。いや、ガチョウ。そうそう、ガチョウの肝って食べたことある？で、世界三大珍味の一つなんだ。あと二つははい、これ。草屋と船寿司かな？バカなこと言わないでよ。そんなものが世界三大珍味なわけないでしょ？そう言われると違うような気もしてきた。そうそう、キャビアとトリュフだった。ヨッシーって食べ物のこと詳しいのね。これ一緒じゃん。はい。これ海ツバメの巣と蚊の目玉だよやった時と変わってないね。展開が。はい、ヤクザと。はいはいはい。というわけで同じか。はい、同じということなので、はい、このね、同じところに行くので、はい、というわけで、もうスキップして、はい、あとはもう A ボタン連打でずっと飛ばしましょうかと。で、行くのはここですね。一番最初の選択肢。一番最初の犯人宛ての選択肢。はい、というわけで、ここの犯人宛てのところまで行きましょう。はい、選択肢来ました。はい。こちらの選択肢ですね。1回目の犯人入力のところですね。これをまず C を選びましょう。C を選んで、犯人は当然僕でもなければマリでもなくと。はい。というわけで、ここで、今回は春子さん入れてみましょうかね。春子。犯人は春子さんだ。僕は言った。春子さん？でも春子さんには死体をバラバラにするような時間はなかったはずよ。マリが反論する。十分な根拠もなしに人を犯人呼ばわりするなんて最低よ。返す言葉もなかった。やはりいい加減なことを言うものではない。僕はもう一度じっくり考えてみることにした。そうだ。今度は何？いや、なんでもないよ。なんでもない。もう軽はずみなことは言いたくなかったから、マリにはそう言ったが、僕は大変なことを思い出していた。窓の割れる音がしたとき、談話室にいなかった人が一人だけいたことを思い出したのだ。隣で熱いコーヒーを美味しそうに飲んでいる男、敏夫さん。この人になら田中さんを殺すことができた。はい。というわけで共通ルート。はい、行きましたね。はい、ここで犯人当てで違う人を入れると、やっぱりここでジャンプしてと、ここは変わらずですね。
はい、春子は違いましたよと。はい、なので、じゃあ次、ここの選択肢行ったんで、次の選択肢行きましょう。次の選択肢は、2回目の犯人当てですね。はい、みどりさんが死んでしまったところですね。2回目の犯人当て。はい、じゃあ、というわけで、ここまで、はい、行きますよ。はい、ここまで移動。はい、選択肢来ました。はい、犯人当ての選択肢ですね。2回目の犯人当ての選択肢。犯人は当然僕でもなければマリでもなくと。はい、じゃあやっていきましょう。はい、今回も前回と同じくはること。はるこ。はるこ。犯人ははるこさんだ。僕は言った。はるこさん？でもはるこさんには死体をバラバラにするような時間はなかったはずよ。マリが反論する。十分な根拠もなしに人を犯人呼ばわりするなんて最低よ。僕には返す言葉もなかった。やはりいい加減なことを言うものではない。もう一度じっくり考えてみることにした。そして、典型のように全てが見えた。今度こそ間違いない。僕は慎重にその推理に間違いがないか検討してから口を開いた。はい、これ同じか。同じところ来たよね、これ。はい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 。はい、で、時間差のトリックに来ますよと。はいはい。というわけで、共通ルート。この2つ目の選択肢も違う人を入力すると、×の方に行って共通の方に行くという感じですね。はい。なので、じゃあ3回目の犯人当ての選択肢ですね。ここまでまた行きましょうか。ここまで戻ってきましょうか。はい。さっきのバッドエンドのやつはね、これ反映させてるんでね。はい。というわけで、じゃあここまで来ましょう。というわけで、ここまで移動。はい。3回目の犯人当て選択肢まで戻ってきました。はい。ここですね。3回目のところ。というわけで、3度目の正直、ここで、はるこ入れましょう。はるこ。はい。犯人ははるこさんだ。いや、しかし、彼女一人で全ての犯行が行えただろうか。そうは思えない。おそらく加山さんと共犯だったのだ。そして最後に加山さんを階段から突き落として殺した。それくらいなら非力な彼女にでもできただろう。僕は急いで2階へ戻ることにした。1階まで階段を登ったところで悲鳴が聞こえてきた。2階からだ。僕はモップの柄を握り直し、2階への階段を駆け上がった。お、すごい。春子が倒れてないね、ここ階段で。このパターンの時ね、三木本入れた時、ここで春子が倒れて血が階段から流れてきてたんだけど、今回は違いますね、展開が。OL たちの部屋にたどり着くとコンコンと軽くノックする。誰？すぐに囁くような返事があった。マリだ。僕だ。開けてくれ。敏夫さんももう外に誰かにやられてて。中で少し言い争いのような声が聞こえたが、すぐにドアは開かれた。マリが飛び出してきて首に抱きつく。よかった、無事で。心配してくれていたらしい。加山さんの奥さんは？僕が中へ入ってドアを閉めるとマリに尋ねた。来なかったけど？中には OL3 人ちゃんと揃っている。ではさっきの悲鳴は？マリ、誰か部屋の外へ出たか？うん、出ないわよ。妙だ。ここにいない人間は春子さんだけだ。春子さんは犯人のはずだ。ではあの悲鳴は一体誰が？やはり僕たちの知らない誰かが犯人で春子さんを襲ったのだろうか？わからない。また逆戻りだ。ふと気づくと部屋の奥にいる3人は肩を寄せ合い敵意を込めてこちらを見つめていた。どうしたんですか？怖い顔して。とぼけないで。アキちゃんが目をギラギラさせながら怒る。怒鳴る。さっきの悲鳴、私たちだってちゃんと聞いたんですからね。もう騙されないわよ。ちょっと待ってよ。まさか僕が春子さんを殺したとでも冗談じゃない。だってもうあなた以外誰も残ってないじゃないの。敏夫さんも加山さんも死んだってそう言わなかった？それは確かにそうだけど、マリ、なんとか言ってくれよ。救いを求めてマリを見ると複雑な表情を見せた。マリ、まさか僕のことを？ヨッシーが人殺しだなんて思ってないわ。でも、悲鳴が聞こえたとき、私たちはみんなここにいたし、マリに疑われるのだけは耐えられない。僕は自分の推理を話した。聞いてくれ。僕は犯人は加山夫妻だったと思うんだ。二人が共犯ならたくさんの殺人も難しくなかった。そして最後に春子さんが加山さんを階段の上から突き落としたんだ。どうだい？つじつまが合うだよ。じゃあさっきの悲鳴は何なのよ。アキちゃんは疑わしげに聞き返す。もちろん春子さんの芝居だよ。
自分も襲われたと思わせて誰かをおびき寄せようって魂胆だ。女の子たちは僕の言葉を吟味するかのように顔を見合わせた。もしそうじゃなかったら、春子さんを見殺しにすることになるのよ。マリが非難めいた口調で言う。それは、でもそんなことはありえないよ。他に誰もいないんだよ。芝居に決まってるじゃないか。本当は僕のことを疑ってるんじゃないのか。そんな言葉を飲み込んだ。それにもし誰かもう一人いて春子さんを襲ったんだとしたら、どっちみちもう手遅れに決まってるよ。僕はそう言ってしまったと思った。マリの顔色が変わったからだ。ヨッシーがそんなに冷たい人だとは思わなかったわ。もういい。私一人で見てくるわ。待てよ。何言ってんだよ。そんな危ないことさせるわけにはいかないよ。マリは僕の静止も聞かず手を振り払って出て行こうとする。ほっといてよ。私の勝手でしょ。彼女がドアを開けて飛び出したので僕は慌てて追いかけた。マリは加山さんたちの部屋の前まで来ると立ち止まってどんどんとノックする。奥さん、加山さん大丈夫ですか。こうなっては文句を言っても始まらない。マリの隣に立ちノブを回したが鍵がかかっているらしく開かない。ダメだマリ、開かないよ。下から鍵を取ってきてよ。マリは悲痛な表情でそう言う。僕はきっと中で息を潜めているんだと思ったが口には出さなかった。分かったよ。マリは部屋に戻ってるんだ。彼女はしばらくためらっていたが結局納得して OL たちの部屋に戻った。部屋に入りドアが閉まるのを見届けてから僕は階段を降りた。フロントで鍵を探すがどれがあの部屋の鍵なのかわからない。マスターキーのようなものもあるだろうがそれはおそらく小林さんが管理していたのだろう。小林さんの部屋へマスターキーを探しに行くべきかどうか迷っているときすべての明かりが消えた。女の子たちの悲鳴が上がる。もはや春子さんの安否どころではない。一刻も早くマリの元へ戻りたい。しかし突然の停電に僕は方向感覚を失い足を踏み出すこともできなかった。恐ろしい考えにとらわれた。この停電自体犯人の仕組んだことだとしたらどっかでブレーカーを切断し生き残った僕たちを皆殺しにしようと待ち構えているんだとしたら暗闇の中で誰かがじっと僕を見守っているような気がして僕は息を潜めた。赤外線スコープでも持っていない限り犯人だって僕の姿が見えないはずだ。理性で自分を眺めても湧き上がる恐怖を抑えることはできなかった。犯人が春子さんでなかったのだとしたらまた僕の知らない神出鬼没の殺人鬼の仕業だとしか考えられない。そんな奴ならこの暗闇の中でもすぐに僕を見つけることができるのかもしれない。早く一刻も早く安全な場所に逃げなくては。心臓の鼓動が高まり建物中に響き渡るような気がした。これではたとえ姿が見えなくても音でいい場所が分かってしまう。そんな気さえした。そのうち暗闇の中にほのかに階段などの輪郭が見えるようになってきた。僕はゆっくりと2階へ向かった。さっきの悲鳴を最後に2階からは物音一つ聞こえてこない。まるで全てが死に絶えたかのように。僕は嫌な想像を頭から追い払った。彼女たちは単に恐怖に震えながら息を潜めているのに違いない。いくら恐ろしい殺人鬼でも4人もの人間を一瞬で殺すことなどできるわけがない。床がかすかにきしむ音を聞いて僕は立ち止まった。誰かがすぐ近くにいる。その何者かの息遣いまで感じ取れるような気がした。僕は全身を石のように固くして息を止めた。よし、そこにいるの？マリだ。その声は恐怖に引きつっていたが、僕の緊張はどっと緩んだ。手探りで前へ進むと、マリの体に触れた。マリ、なんで出てきたんだ？危ないじゃないか。僕たちは暗闇の中、互いの体を探り合い、しっかりと抱きしめ合った。だって、急に停電して、よし、何かあったんじゃないかって思ったら、もう、危険を冒して僕の様子を見に来てくれたマリ。これほど誰かを愛おしいと思ったことはなかった。とにかくあそこに戻ろう。こんなところにいたらいつ襲われるか分かったもんじゃない。僕たちはしっかりと腕を組むようにして廊下を進んだ。どのドアがどの部屋のものか、自分たちが廊下のどのあたりにいるのか、それさえも分からない。何度かドアを間違えた後でようやく OL たちの部屋にたどり着いた。入りますよ。鍵がかかっていなかった。二人でスルリと中へ入り、ドアを閉めるとボタンを押して鍵をかけた。真っ暗な中、僕たちはベッドにたどり着き、座るところを探した。その時、何か柔らかいものを踏んづけて転びそうになり、マリに寄りかかった。しっかりしてよ、ヨッシー。僕は返事ができなかった。今のは。部屋の明かりがついた。僕たちは同時にヒーッと情けない悲鳴を上げて後ずさり、バスルームのドアの前で尻餅をついた。部屋中が血の海だった。
かなこちゃんも、けいこちゃんも、あきちゃんも、みんな喉を切り裂かれ、そこから大量の血を噴き出させていた。いやー！マリは顔を僕の肩にうずめ、ブルブルと震えながら泣き叫ぶ。僕は呆然とその光景を見つめながら考えていた。一体どんな奴が3人もの人間をこんな風にできたんだろう。悲鳴は確かに一度聞こえた。しかしその一瞬の間に助けを呼ぶこともせずに3人もの人間の喉を切り裂くことができるだろうか。暗闇に乗じて忍び寄り一人ずつ音も立てずに喉を切り裂いたのか。それとも僕は信じられない思いで震え続けるマリの後頭部を見つめた。マリならそれができた。同じ部屋にいたマリ。一人だけ助かったというのも変だ。僕を心配してくれるのはありがたいが、殺人鬼がいるというのに女がうろうろ一人で出てこられるものだろうか。彼女こそ犯人だとすれば怖がる必要はないのだから、平気で部屋を出てきても不思議はない。よし、別の部屋に行こう。涙声でマリが言った。これも演技なのか。僕は何が何だかわからなくなっていた。今の状況ではマリが犯人としか思えないが、他の事件はどうだ。マリにはできなかった犯行もあったはずだ。そう思っても僕には事件を一つ一つ思い出して検証する余裕などなかった。気がつくとマリはじっと僕の顔を見ていた。よし、まさか私が犯人だと思ってるんじゃ。僕は黙っていたが、それはそうだと言ったのと同じことだった。そんなことできるわけないじゃない。見てよ、こんなひどいこと。僕はたまらず怒鳴り返していた。僕だって信じたいよ。マリのこと本当に好きだったし、軽い気持ちなんかじゃなくて本当に好きだったし、でも自分で一体何を言ってるのかわからなくなってきた。やっぱり信じられないのね。わかったわ。マリはうつろな声でつぶやくように言うと、僕から離れ立ち上がった。おい、どこに行くんだよ。殺人鬼と一緒になんていたくないでしょ。私は自分の部屋に戻るわ。聞いたこともないほど冷たい口調でマリは言った。心の中の声がマリを引き止めるよう命令していたが、僕にはできなかった。このおぞましい死体の山からも、マリからも、誰からも離れて一人になりたかった。誰一人、何一つ信用できるものはこの世に何もなかった。自分自身さえ信用できなかった。マリが出て行った後を追うように部屋を出て、僕は自分の部屋に戻った。中に入ると鍵をかけ、ベッドに倒れ込む。もう眠ってしまえ。そう思った。何がどうなったって構うものか。僕はひどく疲れている。心も体も。眠い。たまらなく眠い。その時、今まで聞いた中で一番おぞましく、一番長い悲鳴を聞いた。およそ10秒ほども続いただろうか。やがてプツンと断ち切られるみたいにして、その悲鳴も消えた。後にはまた静寂。今のはマリの罠だろうか。いや、そんなはずはない。もし彼女が僕を殺したいのなら、さっき二人きりの時に殺せばよかったはずだ。それとも不意をつかないと殺せないと判断したのだろうか。二つの可能性が考えられたが、そのどちらも悪夢のようなものだった。マリが生きていて僕を殺そうと狙っているという可能性。そしてもう一つは別の殺人鬼がすでにマリを殺してしまった可能性。心の中にとてつもなく大きな穴がぽっかりと開いていた。すべてがどうでもよくなっていた。僕は二つの可能性のどちらであっても取るべき道は一つだと結論した。ベッドから起き上がりドアに近づくと鍵を外した。そしてもう一度ベッドに横たわり心ゆくまで眠ることに決めたのだ。犯人が誰であれ、そいつがいずれここへやってきて僕を殺してくれるだろう。マリの手にかかって死ぬのならそれも仕方がない。そしてマリがすでに死んでいるのなら、そう考えて僕は微笑みを浮かべた。すぐに一緒になれるだろう。終わり。いやー、バッドエンドですね、これはね。というわけで生存者がいないな。このルートはもうマリも死んで OL3 人組も死んで、ハルコさんは死んでるんだろうね。部屋で鍵がかかってたけれどもね。はい。ああ、これあれだな、吹雪のあれ行かない、行かないと思ったけど行ったわ。はい移動しました。はい、というわけでこのルートは生存者がいないルートですね。みんな死んでしまいましたと。バッドエンドですね、これはね。はい、というわけでここはやっぱ犯人当て3人目であれだね、ハルコを選んだらちゃんと別のバッドエンド行ったね。はい、いやー行きましたね。というわけでこれにてついにですよ、このだいぶもうほぼ灰色じゃん。選択肢もうほぼ選びきったぞ。
ついにやりました選択肢選び切った。あと残ってんのここだけ。ここの、この1回目、一発目の犯人宛てのところの選択肢ですね。犯人、三木元って入れたところの選択肢。あとここね、3つだけ残ってるの。あとこの3つ残ってるのと、あと上にね、もう1個だけ。残ってるのはここですね。これ。夕食だのところね、この谷系のこの伸びてるこの左側のルートは全部終わったんですよ。全部ついに終わった。で、こっちの右側のルートね、彼女の綺麗な手がテーブル2の方に行ったところでここ2個残ってんだけど、はい、これの選択肢だけですね。あと残ってんのは。あとこの2個の選択肢を片付けるのと、一発目の犯人宛てのところのね、選択肢、あそこを片付けるのをやれば、それさえやりきっちゃえば、もうあとはミステリー編、大体ね、もう終わったと言っていいでしょう。あとは犯人宛ても、一応ね、このまだ敏夫と春子と三木本の3人しか入れてないんだけれども、他のね、登場人物、他のまだ入れれる人、全員入れるっていうのはまだできてないんだけれども、はい。言うてね、この辺の選択肢残ってるので、もう終わりが見えてきたね、ようやく。いやー、長かったな、結構な。はい。というわけで次回、かまいたちの夜シャープ13では残りの埋まってない選択肢をね、ここかな、ここでしょう。ここをやっていきましょう。ここをやると。はい。ってやればもうエンディングも埋まるんじゃないかなと思いますね。はい。あともうちょっと残ってるんでね、あとでエンディングがね。でも多分あともう数えられるぐらいよ、残ってるのは。はい。というわけで今回は以上で終了しましょう。今回はね、バッドエンド2つ入れたんで、ちょっと尺が長くなっちゃいましたけれども、はい。ここで以上で、かまいたちの夜シャープ12は以上で終了ですと。はい。というわけで、ではご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価よろしくお願いします。このチャンネルでは今後もいろいろなレトロゲームの魅力を皆様にお届けしていきますので、更新を見逃さないようチャンネル登録お願いします。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。